はい、どうもこんばんは、岡田敏夫ゼミです。今日は10月13日ですね。おお、モニターの声が出てるよ。消してください。はい、大丈夫。はい、ですね、台風は皆さんどうだったでしょうか。まだ通り過ぎてる最中というかですね、方もいらっしゃると思いますけれども、僕の住んでるところは、一時的に風とか雨はね、すごかったんですけど、結局大丈夫でした。で、ただね、もう金曜の夜から土曜の昼ぐらいまで、あんま仕事にならなかったんですよね。なんていうかな、もうとりあえず気圧がめちゃくちゃ下がって、で、体調がすごく悪くなったっていうこともあるんですけども、それよりもですね、あんまり普段、そういう心配とかしないんですけど、珍しく心配になっちゃってですね。僕ね、普段あんまりこういうことで不安になったりしないんですけども、一旦なると、なんかね、際限なく地獄のように不安になるんでですね。で、それでもう全然、金曜の夜ぐらい、もう仕事手につかなくなっちゃって、いや、なんか、これは日曜日のニコ生休めねえかなと思ったら、そしたらなんか土曜日山田礼二先生が、なんかニコ生休むっていう話を聞いて、いや、だったら俺だってそういう、もう台風でというわけで休めるかなと思ったんですけども、なんとかですね、気持ちが持ち直したんでですね、もうストレス弱いんですよ。普段ストレスがないからね。というわけでですね、そういうわけで、今日も無事にですね、始めることができます。今日は一応バットマンの特集の予定であります。で、ですね、後半の方でちょっと話しようと思ってるんですけども、レゴを作ってるんですよね。今ね、ここまでできてるんですけども、エンパイアステートビルのレゴの模型で、これ実際にね、できたらね、かなりでかい。75センチって書いてあったから、かなりもうこんなでかいのになるんですけども、これをですね、途中まで作ってるですね、45秒のまとめ動画というのがですね、あるので、ちょっとこれ見てください。どうぞ。岡田敏夫です。今からレゴを作ります。これ日本では多分発売していないですね、レゴのですね、エンパイアステートビルっていうキットなんですけども、開けてみると、細けーこんな感じで止めて、で端っこに、ないぞ。本当にいいのかな。あったんじゃない？あったあったエンパイアステートビルあった。これしんどくなってきたらこの企画この第1回で終わりだな。1箇所2箇所3箇所ここがない。本当にないのかもな。こういうことか。はいこういうことね。わかんないままだけども、ここまでで一番終わりです。はい。どうも。こんな感じでですね、エンパイアビル作ってみたんで、ちょっとこのね、実際ね、自分でね、レゴを作って、で、YouTube の動画でね、1時間ぐらいの無編集のやつ作ったんですけども、これなかなか自分でもね、見るのしんどいんでですね、解説いるなと。いわゆる、これが普通の YouTuber だったら解説とかなしでやるんですけども、そもそもエンパイアステートビルとは何なのかっていう解説をですね、しないと面白くなんねえよなと思ったんでですね、ちょっと後でそういうふうな解説もですね、話して、で、最終的にガーッと組み合わせたらなんとかなるんじゃないかなというふうに思ってるんですけども、今日はそういうですね、バットマンとの話メインなんですけどもね、かなり前半ね、ジョーカーの話ばっかりになると思うんで、聞いてください。ジャック・ニコルソンのジョーカーもいいですよ。ジャック・ニコルソンのジョーカーね、一応ね、この間も見たんだけどもね、いいはいいんだけども、その話もします。で、今日ですね、ジョーカーの話なんですけども、一応ですね、こういうのを用意したわけですよ。で、まだ大丈夫ですよ。まだネタバレ話しませんけどもですね、これが後で映ったらですね、これが出てる間はネタバレなので、注意してくださいということなんですよ。で、ですね、ネタバレするときは今のを出すから安心してください。で、ジョーカーなんですけども、今はね、ネタバレなしで話します。
で、ネタバレなしで話すんですけどもですね、すごい面白かったですよね。僕は評価5段階で言うと 4.1 ぐらいなんですよ。で、正直言ってぶっちゃけタイツ履いたヒーローが出てこないから面白いというところもあると思うんですね。で、なんでかというと、スーパーヒーローものってやっぱり見るときにちょっと知能指数を下げるっていうですね、なんかそういう操作を自分にしないとなかなか難しいところあると思うんですよ。この例がいいかどうかわかんないですけど、窓マギって見るときにちょっと自分の知能指数を下げるじゃないですか。でないと、なんかやっぱ女の子が世界を救う話っていうのは真剣に最初から見るんではなくて、一回ちょっと階段を1段か2段降りるつもりで見て、お、すごいすごいすごいっていう見方が、これ正しいと思うんですけども、スーパーヒーローもの、マーベルにしても DC にしてもスーパーヒーローものっていうのは、ちょっと一回知能指数を下げないと、やっぱり人間が空飛んだりとかですね、目から回光線出してたりとかですね、エネルギー保存則に反するような行動を取ったりというところでですね、なんか納得できないところがあるんですけどもですね、その上で1段か2段下げた後で存分に物語世界に入り込むことができるんですけども、ヒーロー映画というには多かれ少なかれこの操作が必要だと僕は思ってます。で、このジョーカーにはこの操作がゼロなんですよ。これ最後まで見れるところがちょっと不思議なところですね。それのおかげで没入感がすごいんですよね。なんていうのかな。スーパーヒーローものでもリアルなものってあるんですけども、やっぱそれはよくできた CG っぽく見えちゃう。その中にスーパーヒーローがいたり、不思議な現象が起こったり、あまりにも力が強いやつとか、あまりにも能力高いやつが出てくると、やっぱり嘘の世界っぽい要素が入ってきちゃうんですけど、ジョーカーってさっき言ったよくできた CG 映像とちゃんとしたロケ映像の差があるんですよね。とにかく世界のリアリティと没入感がおかげですごくなっていると。で、しかしですね、見に行くにはですね、注意が必要でですね、例えばこの映画 .com の紹介文があるんですよ。で、この映画 .com の紹介文ぐらいはネタバレにならないですけど、これがね、困ったことにですね、微妙に嘘が書いてあるんですね。で、どんなことかっていうものかというと、バットマンの悪役として広く知られるジョーカーの誕生秘話をホアキン・フェニックス主演、トッド・フィリップス監督で映画化。道化師のメイクを施し、恐るべき狂気で人を恐怖に陥れる悪のカリスマがいかにして誕生したのか、原作の DC コミックにはない映画オリジナルのストーリーで描く。どんな時でも笑顔で人々を楽しませなさいという母の言葉を胸に、大都会で大道芸人として生きるアーサー。しかしコメディアンとして世界に笑顔を届けようとしていたはずの男は、やがて狂気あふれる悪へと変貌していく。これがですね、ジョーカーの、宣伝文句なんですけども、これね、ストーリーこれ違うんですよね。どの辺が違うのかっていうとですね、悪のカリスマっていうふうに書いてるところなんですよ。で、これで期待してる人はですね、ここを期待して見に行く人がね、割と多いんですけども、大体そういう人はがっかりして、後でコメント欄にですね、大したことなかったとかがっかりしたと。もう映画 .com の評価欄見てください。本当に極端に2つに分かれるんですよ。評価 4.5 か5のものすごい良かったっていう人と、評価2とかひどい人は1のなんだダメだがっかりしたつまんない寝ちゃったっていう人に完全に分かれるんですね。でそれはなんでかっていうと悪のカリスマという言い方とかですね、そういう内容に過剰な期待をした人っていうのはなんかやっぱりがっかりしちゃって、そこをあんまり期待しなかった人は逆にめちゃくちゃ衝撃を受けるっていう映画になってます。で、カリスマを期待した人はみんなこれを見に行っちゃうんですね。これダークナイトっていうですね、バットマン映画の中に出てきたジョーカーなんですけども、これ映画史上最高の悪役とかですね、悪のカリスマと言われたのはこのバージョンのジョーカーなんですね。で、これが好きな人が多いからですね、かなりの人がこの路線でこれを見に行っちゃうんですよ。これの誕生日は見に行っちゃうんですけども、で、それを見に行っちゃうと、やっぱり、映画 .com のようにですね、評価が極端に分かれることがあるのですね。一応映画 .com の中で、ネタバレなしのところになっているですね、コメントで、ちょっと評価が低いの、どういうのなのかっていうのを紹介してみます。星2つの人です。映画鑑賞する前にジョーカーに対するイメージがあったため、自分の中のジョーカー像と作品の中でのジョーカーの精神の変化に隔たりがありました。
あらゆる極悪な犯罪に手を染めることに何の抵抗もない。そんなジョーカーにこんなことになっちゃうのと思いました。私は個人的にジョーカーがあのジョーカーにどうやってなったかを見たかったので、そこをつなげてしまうともう気になってしまいますね。ということで、やっぱこれにつながらないってことで気になっちゃう。で、星一つ、もっとひどい。どうしてもダークナイトと比較してしまうのが悪いのであろうか。いや、ひいき目に見たとしても、ただの低予算スピンオフ金集め映画としか感じない。途中で席を立とうかと思ったの久しぶりだった。芸術性があるだろうと言いたいようなマットでなく変な演出演技。ここは見さばですよ、感動しているというようなわざとらしいシーン。薄すぎる内容なのに雑ライフを覗かしてしまうとは、いろいろな映画やドラマを見ている人は感じるかもしれないが、その変な演出演技でさえ全て借り物。使い方に統一性や信念というものが感じられない。はっきり言って軽薄で根性が悪い映画だ。ぜひ見に行って金をドブに投げ入れてみてくださいというですね。星1個なんですよ。で、もっと星 0.5 個っていう人がいてですね、アーサー・フレックという、アーサー・フレックとかいう人の物語であったけど、俺の見たいジョーカーじゃなかった。あんなわかりやすい不幸な背景がジョーカーの発端だとしたらがっかりだね。あの程度で狂ってたら世界中は器用人だらけだよ。同情すら寄せ付けないのがジョーカーだ。そんなものに賞をあげるベネチア映画祭は金を落とした。予想を超えることが全く起きなくて3回ぐらい寝たと。ここまで起こるんですよね。で、なぜこんなに評価が低い人がいるのかと。僕はこれをですね、こういうのが好きな人には申し訳ないんですけど、羊たちの沈黙現象というふうに呼んでるんです。羊たちの沈黙現象というのはね、悪というのは何か理由があると。ヒーローというのは平凡でつまらなくてですね、そういう平凡でつまらないヒーローには決して届かない深みが悪には何かあるに違いないと。レクター博士はそういうのが好きな人にとっては、本当にリアルな意味でもうヒーローだったんですよ。誰よりも頭が良くて、で、教養が深くて、で、おしゃれで芸術にも詳しいと。で、そんな完全無欠の人が悪人だったらどんなにスカッとするだろう。そういうふうに考える人が、羊たちの沈黙を見る人で多かったんですね。で、こういうふうに考えちゃうのはですね、大体現実の世界ではですね、あんまり悪いことをしないですね。良い人が多いんですよ。こういう悪に憧れ持つ人は、お坊ちゃん、お嬢ちゃんのですね、良い人が多いんですけども、実際のですね、凶悪犯罪と言われる裁判記録とかですね、そういうドキュメンタリーとか見ればわかるんですけども、実際に起きた残酷な事件とか犯罪、大量殺人の記録は、そのほとんどが犯人の証言がですね、あまりに単純で乱暴な場合がほとんどなんですね。テッド・バンディとかそういうですね、本当に例外中の例外もあるんですけどもですね、シリアルキラーのほとんどは退屈で平凡な単なる乱暴者のおっさんが多いんですよ。で、煽り運転するやつや、歩きスマホしてる女の人に体当たりする輩っているじゃないですか。ああいうおっさんもですね、捕まえてみて、言い分を聞いてみたらやっぱ単なるバカっていう場合が多い。で、つまりどういうことかっていうと、実はですね、悪というのは凡庸でつまらないですね。それに対して正義っていうのはですね、残酷で多様なんですね。本当にいろんなロジックがあって、ヒトラーもそうですし、スターリンもそうですし、イスラム国も本当に発端はそうなんでしょう。そういう正義の理想を掲げてですね、多くの人に支持されて、いいぞいいぞと支持されて、結果的に悪魔のような所業をして大惨事を生み出すところに、正義というもののへんてこさ、面白さというのがあってですね、その正義が別の正義に負けて悪と認定されると。そうするとようやっと悪のカリスマっぽさが生まれるんですけども、そこでわかる通りですね、その悪のカリスマというのはもともと正義の人たちが後でお前らは正義じゃないって言われた場合がもうほとんどなんですよね。で、このダークナイトのジョーカーみたいなかっこいい悪のカリスマっていうのはもともと正義からスタートしてなければカリスマとして存在できないんですよ。わかんないかなと思って。ダークナイトのジョーカーってですね、この映画の中でですね、部下を裏切ったりですね、使い捨てに結構するんですけども、そんなね、ブラックな親分に従う子分がいるはずがないんですよ。つまり、もともとはですね、ダークナイトのジョーカー自体が無理設定なんですね。ジョーカーという個人を立たせるために、あんなにこの部下をどんどん使い捨てるシーンいるんですけど、あんなことやったら本当に持たないんですよ。なので、あれをやっぱ、でも本気にしちゃう人が多い。悪に憧れる人っていうのは多いんですけどね。
そういう現実的な話にはなかなか納得してくれない。なんかすごい悪のカリスマがいてですね、忠実な手下がいて、もしくは手下たちを洗脳したり、なんか暴力で恐怖で操ったりして、その理屈には思わず正義の味方もですね、黙るしかないという、だからそういう展開をみんな欲しがっちゃう。もう、ちょうだいちょうだいっていうふうに悪に憧れる人がいるんですけど、ところがですね、このジョーカーは、そういう映画ではないんですよね。この辺、ネタバレじゃないからですね、話してます。で、そういう映画じゃないから僕今回、すごいと思うんですけどもですね。で、さっきも話したようにタイツ履いたスーパーヒーローがビルをぶっ壊したりする極端な映像がないのでですね、画面に CG 加工というのがあんまり見えない。CG 加工がないんじゃないんですよ。あまり見えないんですね。なので没入感がすごくでリアリティがあるって話したんですけども、ジョーカーもですね、この非現実的な悪のカリスマじゃないんですよ。悪のインフルエンサーなんですよ。悪のカリスマであって、悪の象徴であってではなくて、悪をうまく人々に流行させるインフルエンサーとして書いてるところがすごいと思うんですね。だから、それに影響された人たちが勝手にその祭りを起こすっていうですね、そういう映画です。YouTube とかインスタ時代のですね、インフルエンサーとまるで同じのですね、設定的になんかすごいリアリティがあるんですね。で、この絵としてのリアルと設定のリアル、さっき言った CG とかを使わなくて済むって絵としてのリアルと、あとそのインフルエンサーとしての悪を描くっていう、本当にこれね、ほとんどやった人いないと思うんですけど、その設定のリアルさがダブルでこう迫ってくるから、ヒーロー映画なのに割と文芸っぽい高級感が映画全体から出てるんですね。で、例えばそのスーパーマンの青とかですね、バットマンの黒のように、ヒーローものにはシンボリックなそのカラーっていうのが出てくるんですけども、ジョーカーはこの黄色の出し方がすごいおしゃれでいいんですよね。本当に画面のカラーのシーンとかでもですね、こういうモノクロっぽい感じにしても、この黄色い、いわゆるチョッキですか、こういうの出し方とかはですね、ものすごくおしゃれなんですよ。で、例えばこのパンフレットの表紙になってるシーンですね。これアーサーという人間がピエロのメイクをして自分が笑う練習してるんですけども、ここでですね、もう涙が一つ流れてメイクが落ちかけているんですね。早くも。で、これ何かっていうとですね、冒頭のシーンなんですよ。本当に映画のド頭のシーンで、主人公がピエロのメイクをしてるんですけど、そこで涙がちょっと出ちゃうっていう話なんですけども、つまりですね、この笑われるピエロになりたかったんじゃなくて、笑わせるコメディアンになりたかったんだ。そういう、本音を押し殺してるので、その本音がセリフではなくて、メイク中の映像として一瞬出ちゃうわけですね。もう本当にこれ冒頭5秒か10秒ぐらいなんですよ。で、これでね、この映画が見せる高みっていうのをもう一番最初から言ってるわけですよ。演技も本当にすごいです。あのタイミングでよく涙出せたなと思うんですけど、片目だけスッと出てくるところにですね、その演技の上手さっていうのをやってるんですけども。で、後にこのジョーカーと言われる主人公アーサーは、この映画の中で、善良で悪いことができない人という設定から始まって、ゴール地点の最後はですね、明らかに悪い人にちゃんと変化していくんですよ。でも、その変化は、その悪の魅力のためでもないし、正義の嘘に気がついたからっていう、よくある、俺はこんな正義の欺瞞暴いてやるんだっていう、どちらかというとバットマンのダークナイトのジョーカーですね。そういうタイプでは全然ないんです。で、それがね、もう本当にまるでドキュメンタリーを見てるような衝撃感なんですよ。だから、これって割とドキュメンタリー見てる感じなので、観客がですね、悪のカリスマの魅力に酔いしれたりできないんですね。で、この映画を見てる時のですね、観客の自分も悪になるかもしれないっていうのの恐怖感っていうのは、ドキュメンタリー番組見た時の障害者ものとか、あと貧困への転落ものあるじゃないですか。あれを見た時の不安に近いんですよ。自分もいつ交通事故にあって車椅子生活になるかもしれないとか、自分もいつリストラとかされて運が悪かったらこんな風に貧困に落ちていくかもしれないという、恐怖感に近い。リアリティで自分も悪に落ちるかもしれないという恐怖感を描いているんですね。そこが本当に新しい。で、そういうことを普段想像してない人、もう本当に自分がね、悪い側なんじゃないか、自分が悪なんじゃないかっていうことを想像してない普通のいい人が、
に対してですね、悪になっても仕方がないよとか、その方がアーサーのように楽になれるよっていう誘惑するですね、悪のインフルエンサー映画なんですよ。本当に恐怖の映画ですね。キリスト教においてのですね、悪魔っていうのは悪いことをする化け物じゃないんですよ。キリスト教における悪魔っていうのは悪いことをする化け物ではなくてですね、悪いことを人に持ちかける存在なんですよ。悪へと誘惑するものが悪魔なんですね。その悪魔の正体って、悪魔のその行動を彼がしてしまうという話です。で、闇に落ちていく人間、悪に落ちていく人間を取り上げること、映画の中に出すっていうことはそんな珍しくなくて、例えばさっき話した窓マギだってですね、そういう話なんですよ。窓マギだって中に登場してくる魔女と言われる敵の巨大なですね、怪物みたいなやつはみんな悪に落ちていった人間なんですね。それが敵役なんですけども、ところがですね、窓マギっていうのは、その魔女になる人間の主観を途中まで書くんだけども、最後までは書いたりしないんですね。最初や途中まではですね、魔女になる直前ぐらいまでは、その魔女の側の主観で書くんですけども、でも闇落ちすれば必ずカメラは主人公側、魔法少女側に行ってですね、で、なんでそんなことになってしまったのと嘆きはするんですけども、その魔女の方の気持ちを書いたりはしないと。昔前略おふくろ様というですね、70年代のそのホームドラマがあったんですけども、その中で出てくる証券が、お兄ちゃんで、妹分で桃井かおりが演じる海ちゃんって女の子がいるんですけど、この海ちゃんがこういう落ち方みたいなものをするんですね。で、海ちゃんは頭が良くなくから騙されて、で、それでもう仕方がないんですね。で、その海ちゃんが騙されて落ちていくときに、私もう仕方ない。これでいいんだ。お兄ちゃん余計なこと言わないで構わないでっていうふうに言って意地になっちゃうんです。で、それを見ている主人公の証券は自分の無力さに打ちひしがれると。証券の側からしかやっぱ書けないんですよ、これ。それをですね、海ちゃんの側から書いたらどうなるか。窓マギの魔法少女だって、その魔女になってしまったかつての仲間っていうのがいたら自分の無力さに嘆くけれども、最後はその魔女っ子たちの勝ちでやっぱ終わるわけなんですけども、ジョーカーっていうのはこの証券とか窓マギでいう窓かたち、正義の味方がいない世界、存在しない世界なんですね。だからヒーロー不在のリアルな世界で落ちていくっていうのはどういうことかっていうのをもう本当に正面から書いちゃったんですね。そこにはもうかっこよさとか美しさは全くないんですよ。だからそのヒーロー映画を見に行った、いわゆるその悪の魅力を見に行った人はやっぱがっかりするわけですね。本当にかっこよさとか美しさはない。ゴミに溢れたゴッサムシティよりもゴミも含めて全て燃やされていくゴッサムシティの方がまるでそのテレビの中とかネオンサインのようにですね、ジョーカーに美しく見えただろうけども、割とね、そっちの方を期待していくと、ちょっとしんどいかもしれない。はい、ここまででですね、ネタバレなしでジョーカー話すってやっぱもうこの辺が限度なのでですね、ここら辺でネタバレなしは終わりにしたいと思います。で、こっから先は、まだ話さないですけども、ネタバレで語りますけども、さっきのフリップが出るときは注意してください。で、こっから先はですね、以下の3種類の人向けです。なんでこれ今日話すのかっていうとですね、ジョーカーね、なんだかんだ言っても見ない人が多いと思うんですよ。それもったいないと思うので、これから話すネタバレありバージョンは何のためかっていうと、そもそもジョーカーをもう見た人、あとですね、見る前に十分どんな話か吟味したい人ですね。つまり全部どんな話かやって、1800円の値打ちがあるからって思ってる人。あとですね、全く見るつもりがない人ですね。そういう人のために大体どんな話か。で、こういう人向けの解説だからですね。じゃあ、こっからいきますよ。ネタバレです。ですね、正しい見る順番。もう皆さん音消してくださいね。見ちゃダメですよ。はい。正しい見る順番です。まず、ジョーカーを見てください。明日でも結構です。さっきから明日行くって言ってる人いますか？明日行ってください。で、その次にですね、帰ってきたらですね、タクシードライバーを見てください。で、次にですね、キングオブコメディを見てください。で、最後にもう一回ジョーカーを見に行ってください。で、この4つですね、4段階でジョーカーというのはできていると。
正しいということはないな。岡田斗司おすすめの見方。1回目普通に見て、タクシードライバー見て、キングオブコメディ見て、もう一回ジョーカー見ると。この順番が僕一番おすすめなんですけども、この理由はですね、後で説明します。で、ジョーカーは前半でですね、悪のカリスマ映画ではなく、悪のインフルエンサー映画だと言いました。どういう意味かっていうと、ネタバレだから話しますけどもですね、アーサーはですね、実は主人公のアーサーっていうのは、天才ではなくてですね、実は逆に障害者なんですね。母親の、子供の頃に母親の彼氏から受けた暴力で脳に障害があると。で、彼が書いてるネタ帳、ノートっていうのをいつも持ってて、それは日記であって、で、おまけにコメディアンとしてのネタ帳なんですけどもですね、そのネタ帳がですね、誤字脱字だらけなんですよ。で、その誤字脱字っていうのが明らかに、その知能障害というかですね、そういうタイプの人のスペル間違いであったり文章なんですね。教育されてないからじゃないんですよ。そうじゃなくて、純粋にその知能が問題があると。だからまともな職にもつけず、だから主人公アーサーは友達もいないんですね。そこはもう、なんだろうな、すごいさらっと書いてるんですけど、なんで彼に友達がいなくてですね、まともな仕事がないのかっていうのは、ネタ帳の文字を見せるところで大体もう分かるようにできてるわけですね。で、人を笑わせたい、幸せにしたいと本人がずっと語ってるんですけど、これもね、セリフで言ってるだけで映像的に見たら、冒頭でピエロのメイクをしながら涙を流すって言ってるので分かる通りですね。本音じゃないんですね。本音じゃなくて母親から植え付けられた人を幸せにしなさいとか、そういうふうにしてるときはあなたはすごく可愛いわよっていうふうに言われた母親に植え付けられたやっぱ洗脳なんですよ。だから冒頭のピエロメイクのところでやっぱ涙を流しちゃうわけですね。抑圧されてるから。意図しない時に本人は笑ってしまうという。だからそれが病気みたいに言ってるんですけども、それは脳の機能性障害ではなくて明らかに自分の本音を押し殺してるから意図しない時に笑いが出てしまう。だから最後、人を殺して笑う時っていうのはちゃんと思ってる時に笑ってるんですね。脳の機能障害だったらやっぱあの時も違うはずなんですよ。でも脳の機能障害ではなくて押し殺されているものが解放されて人を自分が殺した時に心の底から笑えるというのはあれは脳の機能障害ではない証拠なんですね。で、じゃあアーサーが自分で目指さなきゃいけないと思っていた笑いっていうのもこれも危険なネタでですね、もともと僕ニコ生で言ってる笑いとは攻撃の裏返しだと言ってるんですけども、僕らは大体ダメなやつとかですね、憎らしいやつが、やっつけられた時に笑うわけなんですけども、だから、それをひっくり返すと、いじめって、大体いじめる側が笑ってるじゃないですか。で、いじめられてる側は、自分を守るために無理やり笑わされますよね。笑って自分を守るふりするんですけど、いじめる奴らは楽しそうに笑うと。なんでなのかというと、笑いはハッピーなことではなくてですね、実は攻撃性の証明なんですよ。だから、お笑い芸人の笑いっていうのは、いじめの要素っていうのをかなりいつでもはらんでて、それを指摘されると、そのお笑い芸人さんたちはみんな逆ギレするわけですね。で、A マッソっていう芸人さんがですね、最近ちょっと差別の問題で炎上したりしたんですけども、例を見るまでもなくですね、笑いというのは基本的に差別であって、基本的にいじめなんですね。だから危険で面白いんですよ。その分危険で面白い。だから、ちょっと後でもう少し説明しますけども、天国には多分笑いなんかがなくてですね、微笑み程度しかなくて、地獄には笑いが溢れてると思うんですけども、例えばお前バカだなっていう言い方でもですね、仲のいい友達同士が言うと、もう本当にそういう関係性があれば、笑いが生まれるんですよ。で、これがなかったら、このお前バカだなっていうセリフもいじめになっちゃう。例えば、ワンマン社長が悪気なしに自分の手下だと思ってる社員に、お前バカだなって言うと、社長はですね、そのワンマン社長からこんなことを言われたっていうパワハラに感じる場合があるんですね。社長は、俺とお前は、ワンマン社長にしてみれば家族じゃないか。家族じゃないか。そういう関係性があるから、こういう言葉っていうのは、冗談だってわかるだろうなんですけども、ところがワンマン社長に雇われた平社員の方は家族となんか思ってないんです。その関係性を否定してるから、関係がないのでその言葉はパワハラにしかならないと。こういうのってよくありますよね。だからいじめと笑いとの差っていうのは何なのかっていうと、仲のいい関係っていうのは成立してるかどうかなんですよ。仲のいい関係が成立してたら急にそれは許される笑いになって、で、全く同じシチュエーションで全く同じことを言っても、それを言ってる
聞いてる者同士の間に仲のいい関係が発生してなかったら、それはいじめになってしまう。これをちょっと一回押さえてください。で、ここで問題です。アーサーはですね、障害者でですね、知能が低いわけですね。なので友達がいないんですよ。つまり、誰からも彼は関係を求められていない。アーサーに友達がいないっていうふうにさっき言いましたけど、これなんですよ。つまりアーサーは誰からも関係を求められていずに、みんなにほっといておかれるわけですね。おとなしくしてろというふうに言われていると。つまり、アーサーは誰に何を言われても全てそれはいじめになっちゃうし、アーサーから誰かに関係を持って言おうとしても、それは気持ち悪い人がいきなり変なことを言い出したになっちゃう。これがジョーカーの、切ない真実ってやつなんですけど、だから、アーサーはコメディアンになれないんですよ。笑いを生み出せないんですよね。いじめる側になれば、笑うことができるので、だから最終的に彼は社会をいじめる側に回ったんですけどもですね、だからやっぱね、映画見てたらゴッサムでですね、途中でピエロのマスク被ってデモをやったり、あと暴動を起こしたりする人いるじゃないですか。ああいう人らもですね、みんなアーサーほどではないんだけども、周りから求められてない人ばっかりなんですね。電車の中にピエロ姿の奴らが乗ってたんだけども、ほとんど誰も会話してないと。あれ何かっていうと、一人一人が孤独な社会の中で、誰も友達がいない連中がみんな乗ってるからなんですね。だから一回喧嘩が起こると、誰も止められなくて、ひたすら暴走していく。で、喧嘩が起こった瞬間に、警官を誰かが殴った瞬間に、敵と味方っていうのは初めて発生するので、そこで彼らはこれまで友達がいなかった分、仲間っていうのを電車の中で、って気がついて、なんですよ。だから彼らは極端に社会の中で暴動みたいなことをゴッサムの中で、街に火をつけたりすることができるっていうです。だから僕らは、特に男ってこういう孤立の仕方が多いので、男で友達いない系の人らには、映画めちゃくちゃ来る。魂に来るわけです。僕も魂に来てこれたまんなかったですけどね、見てるときは。だから、タクシーですれ違う人の中に、アーサーがピエロを見るシーンがいたんですよ。で、そのピエロを見るシーンが本当にピエロがいたのかどうかわかんないんですね。それはアーサーの妄想かもわかんないんですよ。この映画の作り方のうまいこと。ただ、わかるのはタクシーの後部座席に3人いたんですね。2人は話してて、で、窓の外を見てる1人がピエロのマスク被ってたんですよ。ということはどういうことかっていうと、3人で移動してても仲間外れになりがちなやつがピエロになるってことなんです。映画の中でピエロになるってことは、つまり必要とされてない存在で、お前もおとなしくしてろっていうふうにいつも言われてる人たちっていうのが、映画の中で暴れる側なんですよね。だからそういう人たちっていうのはいつもこの社会ではですね、おとなしくしてろっていうふうに言われる側なんですね。清掃業者がストライキしてゴッサムの街がゴミだらけになってもですね、失業率が高くなっても、とりあえずお前らはおとなしくしてろと。頭のいい人たちが解決してくれるんだからお前らみたいなのが何か言っても始まんないぞというふうに言われてるわけです。で、デビルマンという漫画で永井豪が書いた漫画の5巻だと思うんですけども、それで、人間がデーモンに変身するというデマが流れたおかげで、政府がデーモンになりそうな人間たちを、駆除するという、そういう機動隊の話があったんですけども、そこのセリフでですね、機動隊がある地区に突入するときに、この地区の人民は以前政府に、対して、デモをしたことがあると。暴動を起こすかもしれない人民であると。なので、先に制圧すると。もし彼らが暴動を起こさないんだったら、暴動を起こすように仕向けろって言って、突入していくシーンがあるんですけど、やっぱあれもね、永井豪が小柄でビビりの人間だから書けるんですね。永井豪がいわゆるこちら側の人間だから恐怖っていうのを書けるわけなんですけども、彼らは立ち上がって襲ってくるに違いないという恐怖から生まれた、そういうストーリーなんですよ。例えば煽り運転とかした人に対しても、もちろん煽り運転した人たちってのは本当に嫌なやつばっかりなんですけども、許せないんですけども、でもそういう人たちに対してまたネットの人たちっていうのはリンチ的な晒してやるじゃないですか。本当にリンチみたいなことをやるんですけど、あれもね、ああいう奴らへの恐怖心があるんですよ。実はそういう、さっき話したようなスマホ
持って歩いて女の人に体当たりするような男もですね、煽りやるような奴らも、実は実社会ではあんまり仲間がいないような奴らなんですけども、そういう奴らをなんとか、おとなしくさせときたい。そんな奴らが正体が見えた瞬間にみんなが潰そうとするっていう。だからそれはやっぱそういう人たちに対する恐怖心があることなんですけども。で、僕らはですね、そういう人らに対する対処法を知らないんですね。さっきから話してるですね、現実の問題と本当にさっき言った煽り運転とかでそういうふうにやるともう本当に生々しくなりすぎるんですけど、じゃあどうすればいいんだって、あんな奴らは全部捕まえて刑務所放り込めって言えりゃ楽なんですよ。でも本当に全部それをすんのかっていう問題ですよね。だから対処法知らないから捕まえて刑務所に入れるというのは僕らの見えないところに連れて行ってくれっていう意味なんですよ。そういうのを見たくないから僕らの生活を邪魔しないところに連れてくるって。それはこのジョーカーという映画の中でアーサーが言われていることと同じなんですよ。アーサーが言われているお前らは邪魔で乱暴者だったり、知恵遅れだったり、障害者だったりして、この社会の中で、俺たちが見えるところにいたら邪魔だから、どっかでおとなしくしてくれっていうのと、全く同じなんですけどもですね。だからさっき言ったように僕らはああいう人たちに対する対処を知らないので、誰からも嫌われてたり、疎まれてたり、周りから浮いてる人に親しく話しかけられたらですね、逃げちゃうんですよね。無視して笑うか逃げるかしたりですね、おとなしくしてるというふうに思っちゃうんですけども、だからですよ、劣っているものですね、がですね、関係を持つにはですね、友達になるんではなくて、恐れられるしかないんですよ。アーサーみたいな人がですね、周りの人間と関係を持とうと思ったら、それは優しい人を探して友達になるんではなくて、もっと簡単で単純なのは怖がられることなんですよ。だから昔の落ちこぼれが暴力団に入ったっていうのは当たり前で、クラスの中で子供の頃はある程度暴力で締めたりできるんですけども、中学生ぐらいになったら暴力振るってると周りからだんだん浮いてきて避けられるようになって、しまいには誰も相手してくれるなくなってきたら、もうそれは暴力団みたいなところに入って、周りからビビられて、そして関係をそういうところで作り直すしかなくなってきちゃう。だからアメリカでね、このジョーカーって過剰な反応されてるんですけど、例えば映画館の中で暴動が起こりそうだから、警察がとか軍隊の出動がとか言われてるんですけども、それはもう本当に普段からそういう人たち、アメリカ人って本当にパーティー社会だから、パーティーに入れないような人とか、無口な人とか、地味な人に対して普段から迫害してるとまでは言わないけど、抑圧してるという自覚がやっぱものすごくあるわけですね。そういう自覚があるからですね、一昔前だったら本当に黒人恐怖っていうのがありましたし、第二次大戦もですね、アジア人に対する恐怖心っていうのが、僕は第二次大戦や太平洋戦争ですね、ベトナム戦争というのは、アメリカ白人のですね、黄色人に対する恐怖心っていうのが基本にあったと思ってるんですけどもですね。で、羊たちの沈黙っていうのは、映画は、と話戻りますけども、そういうですね、恐怖、犯罪を犯す恐怖っていうのをインテリに取り戻すための、ある種の戦いだったわけですね。もともと凶悪犯罪っていうのはさっきも言ったように粗暴な人しかやらないんですよ、ほとんどが。でもたまにあるレアケースの超インテリな人がそういう残虐犯罪を犯すことで犯罪という世界すらもインテリ白人の世界へ取り戻そうとしていたと。でもジョーカーはそれをもう一回元のですね、平凡で愚鈍な悪というのをですね、取り返そうっていう恐怖の話なんですけども、だからゴッサムっていうのはですね、悪の街になったんじゃないんですね。都市の 80% か 90% を占める普通の人に対して 10% か 20% のですね、仲間外れの人たちが暴力という形で参加してきただけなんですよ。彼らには暴力という形でしか参加できないから、暴力以外の形で仲間外れの人が参加してきたら、お前らはおとなしくしてろとか家にいろよとか笑われたりして自然に排除されるだけなんですね。でそうじゃなくて参加するには暴力しかなかった。だからジョーカーは彼らにですね、我慢しなくていいんだよとか、
これで僕らも問題児としてクラスに参加できるっていうですね、なんかとんでもないメッセージを送ったわけですね。だからアメリカでは今こういうメッセージを受け取って、これまで我慢させてきた人たちが、劣った人たちが一斉に立ち上がるのが怖いっていうのが、この今回のそのジョーカーという映画を見て、実際にはね、そんなね、暴動なんて今のところまだ起きてないんですよ。10月のこの13日の時点では、このニコ生やってる時点では、そんなに恐れられてるのにですね、実際に、じゃあ映画館の中で銃乱射する奴がいたのかといないんですけども、こんな映画やったら、もうそんな奴が一斉に暴れるに違いないという恐怖がある。その恐怖があるぐらい、あっちの社会ではそういう人たちを抑えつけてるっていう意識化されていない罪悪感みたいなのがあるっていう証拠なところがちょっと僕面白いなと思ってるんですけども。で、映画館で、見ている僕ら、映画館に見に行く僕らっていうのはね、なんだかんだ言ってもやっぱりジョーカーの側に立てないんですよ。お金払ってあんな映画を見に行けるぐらいの余裕もあれば、知性もあるわけですからですね、ジョーカーの側に立てないんですね。ジョーカーっぽいなとか、俺らと同じじゃんっていうふうに言いながらも、そこには確たるジョーカー側から見たら一線があるわけですね。で、僕らの誰もがですね、めんどくさい人とか嫌な感じをする人っていうのを切り捨てた覚えがあるんですよ。で、加害者の、どうやってもね、加害者じゃない、加害者だ。加害者の側の視点で、ジョーカーを見ることにやっぱ映画見てる最中時々なるんですね。で、それがもう、やましいっていうですね。で、しかしそれもですね、映画中で逆転しちゃうんですよ。映画でアーサーをいじめる奴らもですね、またいじめられた仕返しをしてるだけだっていうのがだんだんわかる。自分より弱い弱者に自分がいじめられた仕返しをしてると。例えば、アーサーのですね、黄色い持ってる看板をですね、最初に奪うストリートチルドレンっていうのがいるんですね。で、そいつらを追いかけて取り返せなかったからアーサーの転落が始まるんですけど、じゃあ、ストリートチルドレンっていうのは何なのかというと、もちろん学校に行けてない子供たちなんですよ。それは学力が足りないからとか、親が不自由してるとかですね、お金が足りないからとか、いろんな理由があるんですけど、その結果、ストリートチルドレンに落ちていって、で、あいつら仲がいいように見えるんですけども、それ以外の人たちから排除されているのは子供たちがピエロに対して自分より弱いやつを見つけていじめるわけですね。自分が強いやつから、もっと言えば権力みたいなものから、もしくは学歴社会みたいなものからいじめられているという自覚があるからこそ、それに対して反抗するんではなくて、アーサーみたいに弱いやつを見ていじめるようになるわけですね。で、地下鉄でアーサーをいじめるですね、エリート社員ですね。あれもエリート社員だからそんなことないように見えるんですけども、実際はですね、ウェイン産業でこき使われているですね、社畜なわけですよ。社畜だからですね、彼らは、安っぽいハンバーガーを、地下鉄の中というか電車の中に持ち込んで食うような生活なんですね。アーサーたちから見るとそれはエリート社員に見えるんですけども、所詮はウェイン産業でこき使われている社畜がですね、ハンバーガーをですね、電車の中で持ち込んで女の子をナンパしようとしてるだけなんですね。だから、本当の富裕層っていうのは何かっていうと、あの映画の中でモダンタイムスを見ていた人たちなんですね。市の美術館の中でモダンタイムス、チャップリンのモダンタイムスが上映されていて、その時にですね、劇場で見てるような人たちっていうのは、あの辺の人たちは誰にもいじめられてないんですよ。だから特に人にはいじめない。徹底的にアーサー、ジョーカーたちと無関係なままなんですね。で、この世界の全ては不当にいじめられたやつがより自分より弱いやつをいじめ返すという、そしていじめ返して笑うという、この連続でこの世界というのは成立していると。じゃあ、最底辺の人はどうすればいいのか。一番下でいじめられるだけ、笑われるだけの人間はどうすればいいのかと。それはもうこの社会そのものを破壊すればいいんだと。そうすれば少なくとも笑われる側から笑う側に回れると。こういうとんでもないメッセージを隠した映画が、ジョーカーです。しかしもう切ないですよ。あれ、母親からね、もらったね、アーサーはね、ハッピーという名前があるんですけども、そのハッピーという名前を捨てるわけですね。で、本当は自分のお父さんになってほしかったトーマス・ウェインにはですね、ウェイン産業の社長にはですね、否定されるわけですね。俺はお前のお父さんじゃない。で、もう一人のお父さんになってほしかったコメディアンのマレー・フランクリンというロバート・デ・ニーロがやってるのがいるんですけど、その人に名付けてもらったジョーカーという名前を名乗るんですね。もちろん、マレー・フランクリンをですね、殺すのでですね、
憎んでるように見えるんですけども、そうじゃなくて、ちゃんと彼に名付けてもらった名前を以後忠実に名乗るっていうですね、まあ、なかなかきつい話なんですよ。で、母親を殺して、マレー・フランクリンを殺して、で、トーマス・ウェインが、ジョーカーの影響で殺されて、やっと彼は笑いたい時に笑える人間になったんですね。で、ラストシーンのですね、その、謎っていうのは、バットマンっていうのはジョーカーの単なる妄想だったんじゃないのかっていう展開をですね、映画最後で見せるわけですね。で、ジョーカーの想像でですね、もしこういう、俺の人生こういう話だったら最高に笑えるのになっていうのが、バットマンというヒーローは自分を引き立てる相手役としてジョーカーの考えた妄想だと。で、それルパンに対する銭形みたいな存在で、あくまでジョーカーを引き立てるためのサイドキックがバットマンなんだ。これがそのジョーカーが考えた、楽しい想像なんですね。俺が生み出した、俺が自身がやったわけでもない犯罪でトラウマを抱えてしまって、以後タイツを着てですね、顔を隠して、正義の味方としてですね、一生こそこそ隠れながら暮らす、俺の弟だったかもしれないチビのですね、ブルース・ウェインですね。俺の弟だったかもしれない可愛い男の子が、俺がやったわけでもない犯罪で、俺みたいなやつのことを一生恨んで憎んで、そして結局は俺みたいに顔を晒すんじゃなくて顔を隠すようなことになって、一生悪と戦うみたいなことを言いながらこそこそ隠れて戦うようになったら、それは最高に面白いよなっていうのを思いついて、そのニヤニヤしているジョーカーというので映画を本当にラストに入っていくんですけどもですね。それはもうバットマンのですね、否定なんですよ。否定であって再解釈なんですよ。正義の味方がいるから、それに対する悪役が欲しい、ベノムが欲しいっていう、ヴィランが欲しいだ。悪役、ヴィランが欲しいっていう話じゃないんですよ。そうじゃなくて、悪があるから、相手役で間抜けで気の毒なヒーローが欲しいと。銭形警部が欲しいと。俺一人で悪やってたらつまんないじゃん。だったら、俺みたいなルパン三世様には銭形みたいな気がいいんだけど間抜けで愛すべき存在のバットマンが必要だなっていうふうに考えたわけですね。で、だから俺は以後俺の好きな時に笑うぜと。俺は笑われるんじゃなくて自分の好きな時に笑うと。で、笑われるのはバットマンお前の方だっていうメッセージをやってる。だから、バットマン世界の中でジョーカーはいつもバットマンに対して笑ってるわけなんですけどもね。だからここでやっぱりバットマンファンっていうのはすごい強い衝撃を受けるし、強く反発するわけです。というわけでですね、最初に話した正しい順番っていうのを岡田斗司夫が進める正しい順番に戻りますけども、ジョーカーを見てですね、タクシードライバーを見てですね、キングオブコメディを見てですね、ジョーカーの2回目を見ろっていうふうに言いましたけども、タクシードライバーもですね、キングオブコメディも全部、マーティン・スコセッシが監督したですね、80年代の映画、つまりこのジョーカーと時代設定が同じ時代の映画なんですよ。で、どっちもロバート・デ・ニーロが主演です。タクシードライバーはですね、人との付き合い方がわからない、ですね、ジョン・トラビスという男がですね、ずっと自分のやることのメモを取ってるっていう、もう本当に似てる話なんですけど、それがテロリストになるまでの話で、主人公が通ってるタクシーの運転手のたまり場っていうのがあるんですね。で、ジョーカーもそれに合わせるためにですね、ピエロのたまり場っていうのにですね、毎日タイムレコーダーをして出勤してるんですけど、そこまで2000でもって思うんですけど、やっぱこれのおかげでピエロシーンが面白くなってるんですね。あれってタクシードライバーのたまり場をそのまんまずらしてやってるから面白くて、そんなのあるのかなっていうのなってるんですけど。で、家でですね、アーサーが銃を撃つシーンがあるって、これがやっぱトラビスに似てるんですけど、タクシードライバーに似てるんですけども、やっぱ何が怖いかってですね、家で銃を抜く真似をするときに、誰もいないソファーに向かって銃を撃つ練習するんですよ、こうやって。で、その誰もいないソファーっていうのは、いつも自分を愛してると言ってくれてるお母さん、自分がいつも世話してるお母さんが座ってるソファーなんですね。で、そのお母さんがいつも座ってるソファーにざっと銃を向けてるのを見て、俺映画館でゾゾゾーっとして、すげえ映画撮ったなと思ってですね。で、もう一つのですね、キングオブコメディっていう映画はですね、妄想癖がある男がですね、コメディアンを目指す、
映画なんですけど、コメディアンになりたくて、有名なテレビ司会者のコメディアンをですね、誘拐しちゃう話なんですね。で、この妄想と現実の混乱構造っていうのがですね、ジョーカーと本当になんか元ネタになってる話で、一回ですね、このキングオブコメディのその妄想と現実との区別がつかなくなってきて、ラストこれどっちなんだっていうのを見とくと、ジョーカー2回目に見たときにストレートに頭の中にサッと入るようになってくるんですね。だからジョーカーの映画だけ見てるとちょっとわかりにくいのがすごい整理されるのでですね、ジョーカーを見て気になったらですね、この2本を見てからもう一度ジョーカーを見に行くとですね、絶対に1回目と見え方が変わるのでおすすめです。ということで長かったけども、これでネタバレ終わりです。ですね。いや。長かったね。じゃあ今日はですね、無料ここまでなのでアンケートを出してください。もう本当にね、ジョーカーの話ばっかりですいませんです。で、後半はですね、バットマンの話をします。後半はですね、試験に出るバットマンのですね、歴史というふうに名付けてですね、バットマンとはじゃあ何なのかっていう話をですね、ちょっとしたいと思います。バットマンは結構変で面白いですよ。本当に、変なんですよ。僕すごい好きなんですけどですね、すごい好きなのがその1966年版のテレビのもう一番ダメなバットマンっていうのをですね、強くお勧めしたいのですね、ちょっとその話をさせてください。はい、ありがとうございます。はい。ですね、後半は試験に出るバットマンの歴史をやってですね、次回はですね、東京でやった悩みのるつぼの公演ですね。あれのですね、映像をですね、公開しようと思いますので、お楽しみにしてください。それでは、限定に切り替えてください。岡田斗司夫の YouTube を見てくれてありがとうございます。岡田斗司夫ゼミはですね、今、無印というのと、あとプレミアムというのと2種類に分かれております。今皆さんが見てるのは無料の放送というふうなやつで、YouTube でも見れるし、あとニコニコ生放送、ドワンゴの会員になっている方もですね、無料で見れる部分なんですけれどもですね、それ以外の、上位バージョンとしてですね、無印、岡田斗司夫ゼミ、月額500円というのと、プレミアム、月額2000円というのがあります。その差は何かっていうと、プレミアムの方はですね、アーカイブに入れるというやつなんですね。アーカイブというのは岡田斗司夫の、映像の過去のかなり、膨大なものですか。この間計算したら800時間以上あったから多分1000時間以上あると思うんですけど、それが見れるとか。あと大体過去のですね、僕の書いた本の、原稿そのものが入ってたり文字が入ってたりするというサービスであります。なので無料で見ていただいても全然大丈夫、楽しめるように作ってるんですけれども、興味があったりですね、お金に余裕があったら、500円の無印もしくは2000円のプレミアムの方に1回ぐらい入ってくれ。でもですね、俺こんなに頑張ってんだからいいんじゃねえかなと最近ですね思い出しているというなんかそこら辺であります。それではどうぞよろしくお願いします。